まいりましたのは、懐かしいですね、ここ。懐かしい。私がピザカッターを忘れて走ってきたところ。はいはいはい。ちょうどあの辺だったかな。ここら辺、こうね、車で来て、こう走ってきましたよね。はい。で、以前お邪魔しました青山製作所さんがあり、OSG さんの研究施設もあるということで、はい。ちょっと伺いたいなと思います。行きましょう。はい、行きましょう。お久しぶりです。あ、こんにちは。お久しぶりです。前コラボした時に、いろいろ案内していただいた、はい。ちょっと癖が強めの。癖が強い。ありがとうございます。YouTube もよく拝見させてもらってて。ありがとうございます。結構ね、ツボに来るセリフをね、入れてくるんですよね。めっちゃ面白い。はい。ぜひね、見てください。ちょっとここの紹介をしていただきたいんですはい。けど。ここってどういったとこですかね。ここはですね、精密加工をするための、温度を 0.5 度、プラスマイナス 0.5 で管理されている精密空調室になります。0.5度。特別な機械もありますからね。いや、これ、ね、見覚えある。見覚えある。66産業さんの Android 2と、はあっちにメガがあるっていうことで、微細加工を専門にする、なんか、部屋みたいな感じなんですか？そうです。今回はですね、調光の材料を 6COSG の PCD エンドミルで切削でやろうと思います。切削で。調光切削で。はい。以前はここ建ての時に検索で行ってましたけど、今回は切削で行おうと思います。切削で。はい。今回は切削です。切削で。なるほど。いや、まあ、ちょっと楽しみですね。楽しみですね。じゃあ、お願いします。お願いします。お願いします。日本タングステンさんの FN20 ミサイルになります。日本タングステンさんって日産さんですか？日産さんで、ほこたての。はい。エモい。エモいな。硬さが 91.5 になります。91.5。はい。HRC。HRA。HRA91.5。HRC しか知らんわ。硬いんですか？硬い。硬いらしいです。なるほど。で、これを削る工具がこちらですよね。はい。小さい。これ、何パイ ?2 パイとかですか？ 2パイです。 2パイ。はい。の、何という工具なんですか？ PC で、MRM です。MRM。これで今から削っていくと。はい。はい。じゃあ、早速見せていただこうかと思います。ちょっと触ってみていいですか？はい、どうぞ。爪でちょっと引っかかりあるんで、ちゃんと削れてますね。で、この後もう一回加工するんですか？はい、工具交換して。次が従来品。従来品。なるほど。じゃあお願いします。お願いします。同じ条件。同じ条件ですか？音が甲高い。同じ切り込みですか？はい、同じ切り込みで。同じ切り込み、同じ速度。はい。これは加工できてますかね？加工できてますね。できてる。ATC が可愛いよね。かわいい。朝日。これは 0.3。はい。切り込みが30倍になりました。超高 0.3 で削ってええんかよ。いや、これやばいでしょ。あれ、音しない。うわ、すげえ。普通に削れてますね。しかもなんか、虹みたいになんか光ってません？で、今同じ条件で従来品でまた加工すると。電着系のやつですね。そうですね。逆にいけるんちゃうんか。さっきのやったらいけとったんちゃうんかみたいなね。あるかもしれない。一瞬で折れましたね。ほんま1秒もなかったっす。
最初に、6C を見たから、あ、いけるんじゃねみたいな感じになっちゃったけど、調光ってそういうことよね、要するにね。そうですね。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。さっき加工してたワークなんですけど、重い。重い。見た目だと分かんないですよね、調光って。わかんない。クソ重い。めっちゃ重い。この面積でね。ははい、というわけで、とんこつさん、はい。調光を普通に削っていただきましたが、普通に削ってましたね。はい。まあ今、セラミックに段取り替えしていただけるということで、はい。まあ、そういう構成材と呼ばれる、硬くて脆い材料に特化した工具ということで、まあ、はいセラミックもいけるよってことですね。ツール、非常にコンパクトなツールだったわけなんですけど、はい。機械バカでかいんですよ。でかいですね。後ろも見てもらったら分かるんですけど、バカでかいんですよ。ロボドリルのなんかイメージ3分の1ぐらいのツールを、ロボドリル4台分ぐらいのスペースの機械で使ってるっていう、ちょっと特殊なね。まあ、微細加工に特化した機械ってことですよね。どんな感じですか？プラスチックみたいな。あ、そっちか。そっちなんやな。そっちですね。そっちか。金属の特有の冷たさっていうのがないんで、あ、そういうことそうね。プラスチックっぽいですね。ただこれ削るのがめちゃくちゃ大変なんですよ。もう一晩中回して、一穴二穴開けるみたいな。みたいな。で、割れちゃうんですよ。負荷で。抵抗がちょっとかかっちゃうと、硬いんで割れちゃうんですよ。まあ穴開いたけど入り口かけてるとか出そうそうそう口かけてるとかね、ありましたよありね。ました、ありで、今から加工していただくと。ました。はい。クーラント、水溶性切削液を使って加工するのが推奨らしいんですが、今回撮影のため。撮影のためエアスルーとなっております。スルーじゃないか。まあエアで加工いたしますと。一応いけるらしいと。すごいです。まあ、お願いします。ね、どれぐらい切り込みますか？ 0.3。セ30倍ラミック。も 0.3。そんな世界か。すごいですね。 0.3 なんかいけるわけないんですよ。もう切り込み100分の何本みたいな、1000分、下手したら1000分の何本みたいなやつを一晩中かけてましたからね。そうですね。はい。はい。お願いします。音しないな、音しない。うわ、めっちゃ削ってるわ、削ってるわ、削ってる。で、バリとか掛けとかも見てください。あ、わかりました。で、これが切り込み 0.3 と。はい。あ、もうしっかり削ってる。削れてますね。さっきうっすら削っとったっすよね。バリとかはバリとかない帰ですね。りとか。ないないですねないってことはないでしょ。し、めっちゃ綺麗。ないわがピカピカ。なんかほんまにジュラコンを削ったみたいなぐらいの勢いですよ。すごいわ。無理やりやった感じはないですね。ちゃんと切削されてる。で、また従来品で同じ条件で。かわいそう、もう従来品が。またかわいそう。折れちゃうね。どうせ無理やもん。さっき無理やったもん。わー、わー、赤い赤い赤い。危ないぞ。危ないぞ。逆に頑張ったよ。逆にすごい頑張ったよ。セラミックって無理して削ったらあんなになるの？火花火って出ましたよね。なんか赤熱してましたよね。だから実際は削れてないんじゃない？逆にダイヤの電着だったらこうなるやつを、さっき6C のやつ無音でしたよ。無音で。はい、というわけで、すごかったですね。いや、すごい。ほんとびっくりしました。削れるんやと。うん、調光がね。はい。で、これで作れるものとかあるんですか？そうですね。OSG ものづくり部でも、ちょっとセラミックスを使ったナイフをちょっと削りますので。ナイフ。おー。私ナイフ作ったから。はい。セラミック製のナイフ？そうです、そうです、そうです。なので、ちょっとそれを
ものづくり部の方でも作りますので、削り出しで。へと思います。削り出しですね。氷結とかじゃなくて。じゃないです。ーなるほど。はい、ぜひ動画見てください。見てください。お願いしますお願いします。はい、というわけでですね、今回OSG さんといえば大沢さんでしょうとはい。いうことで来ていただいております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして OSG さんといえば、まあこれ我々の世代ならドンピシャだと思うんですけど、です。日丹さんでしょうということで、はい。日本タンクステンさんに来ていただいてます。日丹さんの三富と言います。三富さん、はいよろしくお願いよろいたします。しくお願いします。これドリームマッチですよ。なかなかね、テレビでしか見てない組み合わせなんで、はいそうですね。当時の話とかもしよろしければ、バチバチにこうテレビの企画とはいえやり合ってたんですけど、まあ、今回なんかデモ加工ね。デモ加工を見しせてもらったあの材料、日丹さんのはい。材料だったという彫刻とはい彫刻とジセラミックルコニア。はい。セラミック。今はもう仲良くやってるみたいな。いやあれもやってる間だけですよね。っていうか喧嘩させられてたっていう。ああ、演出で。私のみたいなちょっと小さめの会社の技術者が、しかも若い技術者がこう大きな大会社に単独で乗り込んでいくと、で、そういうのを取りたかったんです。そうでしょうね。ちょっと萎縮した雰囲気をとってみたいな感じあったもんね。だってめちゃめちゃ社員集めさせられましたもん。埋めてくれと社員で。力関係がこのすごい人数いるところに単身乗り込んでくる感じをとってるみたいな。そうですね。あ、なるほど。は若手の社員さんはまだ頑張ってらっしゃるんですか。今ちょっと違う仕事をしたいということで、あ、なるほど。今我々の会社にはいないんですけども、まあものづくりの会社ですごく頑張っておられますね。なるほど。い。そうですね。うちの工具使ってくれてます今。あ、まだつながりがあるんですか。そうですね。はい。その転職先で。はい。でむしろたくさん使ってくれるような、よりフレンドリーにですね。お客さんになったんですか。あ、そんなこともあるんですね。はい。なるほど、なるほど。今のつながりも聞いていきたいんですけど、日丹さんと OSG さんの。むしろ本当にホコタテ以降なんか日丹さんの材料って使えないかななんてことを我々の開発の方でやってて、ホコタテの前はつながりはなかった。まあほとんどなかったと思いますね。でこれなんか使えないかなっていろいろやってるうちにたまたま私が通ってるところで日丹さんの材料を使った、まあ、実はエンドミルをプレゼンしたんですね。はいはい。日丹さんのその材料ってエンドミルを作るように開発してたんですか。いえ、もともとそうじゃないですね。あ、そうじゃないんですね。へーと思います。そうですね。えでそれ作ったらまあ本当にですねうまくはまってめちゃくちゃ喜んで今も使っていただいて年々使用量が増えていってる。やっぱその違いとかあるもんなんですか。同じ兆候とはいえ。そうですね、いろんな材料は試したんですよ。で実は他社さんのも試してて、でもやっぱり日丹さんの方が一番よかった。それはセラミック、似たようなセラミック。そうですね、他の人たちに真似されちゃうとちょっと嫌なんですけど、でも日丹さんといえばっていう感じなんで。熱にも強いですし、医薬品にも強いですし、機械的な強度もものすごく強いような。でそれをこういった用途に使うとは我々全然イメージもなかったんですけど。そんなことある？使ってみたらよかったっていう。よかったみたいな。そんなハマり方あるんですね。で向こうも最初半信半疑ですよ。使ったことないし。切ってみたらもうめちゃくちゃいいじゃん。そのタングステンカーバイト、彫工と言われてる素材が、まあ、いわゆる刃物の一番、まあ、ポピュラーな材料だと思うんですけど、それの50倍とか持つ。あ、持つんですか。持ちます。50倍。すごいですね。すごいですね。ふうに使われてるかっていうのもなかなかね。なかなか教えてくれないんですよ。50倍はちょっと規格外の。そうですね。このご時世ですね。50倍って言って今の時代50倍進捗させれるようなもんないやろみたいな。そうですよね。けどでも50倍持つって聞いた時に一番最初に思ったことは。んだよ、もっと高く売っときゃよかったと思いました。絶対そうなります。嘘でしょとか思いました、その時。ちょっと疑問があったんですけど、まあ OSG さんで試験して刃物作りました、試験しました、日丹さんにこういうふうに材料変更してほしいですみたいなのはなく、もうそのまま。ないです。でも3、4種類はやってますよ。あ、でも3、4種類。そうです。
別にエンドミル用に狙ったわけでもない材料を3、4種類試しただけで、でこれがいいだろうっつって持ってったそれが50倍。50倍そんなことあるか。まああんまりないですよ。そんな奇跡の組み合わせがあるんですね。なるほど。そう奇跡に近いですよ。その素材は何かとかわかんないですか、秘策材は。その秘策材はですね、まあざっくり言うと、まあ貴金属の一種って言っといて、金属の一種。そう。でも貴金属って別に硬いイメージない。柔らかいですよね。柔らかいイメージですよね。いや貴金属ってまあまあ面倒くさいですよ。あ、そうなんですか。金でも4、5種類あるんですよね。イエローゴールド、ピンクゴールド、はグレーゴールドで全部実は硬さが違うんですよ。あ、そうなんですか。そうなんですね。色だけじゃないんですか。色だけじゃなくて、でそれで切りにくさもあるんですね。こいつには良かったんだけどこの金だとダメとかですね。なるほど。削ったことないですよね。貴金属。これ切り子何円みたいなのになるでしょ。必死で集めるでしょうね。必死で集める。日丹さんの方でもその鉾建ての時に社内は盛り上がってたんですか。ものすごく盛り上がりました。あ、盛り上がりましたやっぱり。私直接その鉾建てを担当してた部署とは別のね部署にいたんですけども、やっぱり放映がある日だけは教えてもらって、その生でその放送を見て、なるほどなるほど。でやっぱりその社外のイメージも良くなったんですけど、その社内の人たち、私みたいにちょっと直接タッチしてない人もやっぱり自分たちの会社の技術がこういうふうに世の中の本当にね最高の技術にこう一緒にその競り合ってやれるんだっていうのを。きっといい感じに貢献してるだろうとは思ってるけど、実感としてはなかなかですね。製造業薄いもんね。薄い。なるほど。でしかもその技術と技術のその戦い合いっていうのもなかなかないじゃないですか。はい、わかりやすい。わかりやすい。わかりやすいですよね。はいはい。ああ、なるほど。あれ本当面白かったもんね。面白かった。あれが多分一番矛と盾っていうのを体現した戦いだったんじゃないかな。完全に守りの方と、はい。攻撃側。はい。でですね、なんでこれキャンプ風にセッティングされて、多分社員さんが気を使ってくれたんだと思うんですが、私ナイフをねこんな感じで、ご企画のご協賛いただきまして OSG さんに、作ったんですが、なんかここにちょっと風合いの違うナイフがありますね。ナイフがあります。はい。ちょっとこれはい。これすごい。すごいですね。これ材質がセラミック。セラミック。セラミックなんですよね。なんか金属のような光沢が出てるんですけど、セラミックということで、我々のこの材料ですね。これから削り出してこうなったんですよね。めちゃくちゃ削ったなって感じしますね。材料でかすぎる。いやこれ材料でいくらすんのやろみたいな。セラミックって軽いイメージだったんですけど、結構重量あるんですね。鉄より少し軽いぐらいです。少し。なるほど。これちなみに焼く前ってどれぐらいのサイズだったんですか。体積で倍ぐらいある。そんな縮小し。ギュッてなるんですか。50% ぐらい持ってる。50% ってなかなかですね。で今回は材料が、日丹さんで、はい、加工したのが OSD さんの 6C ですよね。今回バチバチにやるんじゃなくて、協力体制で。いやいやバチバチにやってたのあれだけですからその後は協力体制。はい。皆さん見てらっしゃるでしょうか。 OSG ものづくり部のはいはい方の動画で、実際に削っているところこれを動画にしてくれるそうなんで、そうなんですね。はい、セラミックをドリルで穴開けるするらしいですよ。イメージが分かんないですけどいや我々も進化してるんですよ。いやすごいあの頃ぶっちゃけ言うと、絶対に穴が開かない金属対絶対に穴を開けるドリルでしたっけ。そう言っちゃいますそれ。これもずっと言われてますよ。ずっと言われてる界隈で。あれはドリルなのかっていう。一般受けっていうことで選ばれてる単語がドリルだけど、もうドリルの動きじゃないみたいな。そうですよね。おかげで私ドリル留学してたって習いますけど、そんな留学ないからって一応皆さんにはお伝えしてるんですけど。なるほど。今回は鋼材にドリル加工をするらしいです。
回転させて突っ込むだけっていうのが重要ね。そうですね。ですよねこうヘリカルとかね。ちょっとねもうちょっと単純に軸数がそうそうそうドリルっぽく、はいで開けるらしいですよ。信じられないですね。信じられないですよね。ぜひ見てくださいね。はい、よろしくお願いします。僕が気になったのは今回の 6C がなぜ開発されたのかというか、なんでセラミックとか調光を切削しようと思ったのかっていうのは結構気になりましたけどね。結局例えばですよ、セラミックってある程度のこう形までは追い込めるんですけど、ネジって考えた時にネジって基本的に精度があったり、さっき言ったようにこれがもう収縮率は 50%、でさらに言うとそれだけ縮むものがねじれてるものがあったら多分割れるんですよ、焼結してる間に。そうするとネジって後加工だよね。棒のとこで作っといてネジを切るんですね。でやっぱりセラミック自体の弱点っていうのがやっぱり収縮率が高いがゆえに最終形状に追い込めない、ですけどその焼いた後にエンドミルで加工、ドリルで加工、またスレッドミルみたいのでネジを加工できたら。スレッドミルもあるんですか？あります。あるんだ。なるほど。スレッドミルは実は我々激推ししてるんですけど、我々スタートがネジなんで、ネジ屋としてやっぱり何でもネジ立てはできますよっていう。なんでこのセラミックの可能性を我々の工具でもってさらに広げることができるんじゃないかな、用途が増えるんじゃないかな。確かに。なるほど。で開発された。そうですね。なので我々の工具と一緒にセラミックの使用用途の可能性がこれでどんどん広がっていく。だから相乗効果はまだまだ出せるんじゃないかなと思ってますけど。でどんどんこういうのを見てお客さんがこれもできるよねっていうことをこう膨らませてってくれると、めちゃくちゃ面白いことになるだろうなと思ってます。今3D 造形って流行ってるじゃないですか。そうですね。でセラミックスなんかもちょっとできるようになってきてるんですよ。でいろんな複雑な加工もできるんですけども、ただそうじゃなくてそのオーソドックスな昔からある切削でもっとそういうのができますよとなったらやっぱりお互いこうレベル上がっていくでしょうね。というわけで非常に勉強になりました。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。すみません、遠くから。いえもう本当にありがとうございます。今日はどちらから？福岡佐賀です。佐賀から。ありがとうございます。いえ。また何かありましたらどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。